どのまあ大きいバッグとかいいんじゃないでしょうか。でももっと近いと思ってました。あ、そうですか。奥どうぞ。お待たせしました。これで日本酒行ったら最高ですよ。俺が行きたいですよ。はい、お待たせしてます。牡蠣ですね。はい、出汁がよく出てて美味しいね。だから出汁まで召し上がりください。よいしょ。もうぴったしぴったし、ギリギリ、はい。入るようにね作ったんですよ。そうです。もともとのここの寸法ありきで、だから普通の他の屋台さんの屋台は絶対入らないですね。やっぱりでかいんで。でこの今使ってる屋台も自分たちで自粛の間にもうこのサイズになるように作り直して。この屋台です。そうですそうです、はい。結構早歩きなんです。なんかこれ早く動かしてます。このなんていうんですかね、慣性の法則というか進んでる時は楽なんですよ。でゆっくり引く方が結構大変で。止めたり。そうですそうです、はい。もう一回止めて動き出すのはもう結構大変ですね。やっぱり重たいから。人通りも多いから大変です。そうですね、やっぱり展示は人も多いし、ね、迷惑にならないように気をつけないと。あ、なんでもないですかね。はい。あ、だす。あ、そう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 。ここも5時からこう設置ができる。そうですね。はい。どうでしょう。これ組み立てはどのくらいかかるんですか。1時間の結構組み立てだけだあっという間に30分ぐらいですかね。はい。この字型で最初。
ランゲかっていうと普通の形にすると建物が邪魔なんですよ。この場所でその普通の作りにすると。だけんこう作ったら席も取れるし、ただその代わり他の屋台さんよりもちょっと厨房が狭くなるというか。なるほど。はい。ちょっと動線が悪くなるというかですね。まだ屋台も骨組みだけなんですね。骨組みっていうか。あ、そうですそうです。はい。うまくできてますね。これはだから屋根をごめんなさい、屋根を削ったってことですか。屋根をしたってこと。まあそれもあります。まあ屋根を削ったっていうか、あそこに入るギリギリの高さにしたって感じ。この高い高さの骨をですね。骨組みを。そう。普通の屋台ってカウンターが全部もう備え付けなんですけど、そうすると横幅が入らないから、このカウンターもこう折りたためるようにしたっていう。あとはその途中で作り変えたんで、何年かやって3年やって経験をもとにその経験をもとにそのコロナの自粛の間に作り変えたんで、どのぐらいの強度でいいかっていうかなんかどのぐらい頑丈に作る必要があるのかなっていうのがなんとなく分かった状態でできたから、ものすごい強風の日にはやっぱりやらないじゃないですか。これ出さないじゃないですか。でかつああやって屋内のガレージにしまえるんだったら、そこまでしっかりした作りにしなくて、しっかりした作りにすればするほどやっぱり重くなるんで、そうすると僕たちみたいに足で引っ張ってくる人たちは本当に結構大変なんで、なるべく軽く作ろうっていう。なるほど。その強度が保てる範囲で軽く作って、かつその組み立てが簡単というか、すぐ組み立つようなものにしようという。上下水道があります。何キロ応募があって応募されたんです。そうですね。代々やってきた人以外は今もうその市の公募で営業許可を受けた人しかやれてないんで、はい。いつ頃取られたんですか、それは。開業のタイミングか。平成29年ですね。平成29年。はい。この前おっしゃってましたけど、10年。10年、はい、10年ですね。はい。しかできないんで、うちはあと3年ですね、4月からね。あっという間ですね。はい。そうですね、また募集があるんで、そうです、僕らが抜ける分があるんで、募集があるんで、そこをやりたい人はまた受けるという感じですね。延長したくても、久石さんをもう一回応募しなきゃいけない。ああ、そうです、そうです、はい。その試験を勝ち抜かないともう一回はできないですね。何をどこに並べてるか覚えとかなきゃいけない。このくらい枝だみたいな。そうなんですよ。沈んじゃって分かんなくなっちゃうんで、結構だから細かいのとかはもう何個入れたかとかメモしてます。これ今日そんなに忙しくないかもね。割と緩いかもね。それは何で分かるんですか。人のなんとなく人の流れとかですね。
若い人が多いなとか、そうですね。会話の客が多いなとか。ああ、多いですね。でもね、韓国の人たちはね、もともとおでんをね食べる文化があるから、はい、韓国にもおでんがあるんですよ。いやいや、そうするとね、やっぱ今度はその日本のおでんでまた味が違うから、それで食べに来てくれるし、説明がしやすいですよ。もう知ってる食べ物だから。マジックテープがああ、そうですね。できてますね。これね、これも作ったんですけどね、危ないんですよ、やっぱりね、風が強い時なんかは煽られるというか。そうそうそう。何が一番怖いって、これがバーンとなって車とかに当たったらそれが一番怖いですよね。そう責任問題。そうなんですよ。でそれでね、まあ車傷ついたらね、まだあれっちゃあれだけど、それで事故とか起きたらですね、もう大きな責任を負わなきゃいけなくなってしまうから、まあそういうことのないようにね、今日みたいな風が強い時でも外れてバーッとなったりしないように。いろんな屋台を見てきたんですけど、はい、こちらが一番新しい材料というか、ああ、そうですか。ちょっと綺麗に見えます。綺麗に見えます。ああ、それ嬉しい。軽い材料をうまく使われてるなみたいな。それはね、ちょっとね、好きなんで工夫してるんですよ。もくもく、はい、そう。重たいですね。あれはあれで、やっぱりもともとそんな10年とかじゃなくて、そうそうそう、もう半永久的というか、そのね、自分が生きてる間とか息子が元気なうちはその屋台使ってずっと仕事するっていうつもりで作られてるようなあれなんで、いやもう本当にね、一回それをだから中古で手に入れて解体したことありましたけど、ものすごいしっかりしてますよ、作りが。もう全然比べ物にならない。あれはね、確かにね、何十年も使えますよ。プロもさ、もう朝が消えないです。
か持ってきてくれたりするわけじゃないんですか？ガスさん持ってきてくれるんですけど、回収には来てくれないんで、ああ、その日使ってた分は持って帰らないといけないんですよ。なるほど。で、使い切ったとしても樽だけでも重いからです重いですね。ね。で、最初ははい結構これだけで厳しいかなと思ったんですよ。はいはいはい。やっぱり火力が全然違うんで。どんくらい持つんだろうって話ですよね。そうですね。あとやっぱり業務用の大きな火は出ないんで、これだと厳しいかな。厳しかったらまあプロパンに変えてもいいかなと思ってたんですけど、なんだかんだまあいけたというか、これで作れる料理でいろいろ工夫してみたいな、いいところを探したと。まあなってきたっていうかですね。もともとやるときにラーメンはメニューに入ってなかったんで、はい、やっぱどうしてもラーメンやるってなるとお湯をずっと炊いてたりとかしないといけないから、早く作れなきゃいけないし、そうするともうプロパンないと話にならないですけど。じゃあそんなにチャーハンとかやってるわけじゃないですよね。そうですね。だからうちはもう煮込み料理とか、そうですね。もう最初からあったかいし。はいです。だしを使った料理とかなんで、そこまで大きな火はなくてもまあできる。一応ね、前回の割にはちゃんと洗ってるんですけどね。もう一回ね、軽く流してね。とにかくもう衛生が全てですから。はい、で味は2ですから。いやいや、味も美味しいです。味もあれですけど、衛生が一番。あれですよね、生ものとかは生ものは NG です。はい。もうあんまりっていうか一切出したらいけないです。はい。だからおでんとか煮込み系はそうですね。ちょうどいいですね。はい。まああと焼き物揚げ物何にせよ、内部温度が70度以上になってる食品しか提供してはなりませんよというルールがあるので、それはもうどこの屋台も一緒ですね。はい、もう屋台条例、法規の中に定められていることなので、だからサラダとか刺身とかないわけです。はい、もうそれ出したら違反ですね、完全に。いいじゃん。でももっと近いと思ってました。あ、そうですか。公募なんですよ。はい。あんまりその公募制っていうのは知ってる方の方が少ないと思いますね。で、こっちのローカル結構やってたりしますよね。はい、こっちまだストップです。そうですね。あ、そうなんですよね。今やってる方も息子さんまでしかダメです。で、それは公募じゃなくても代々やってる方の場合はそういうルールですけど、公募で入ってる人はもうこの1代限り10年っていう。あ、そうです。
山芋鉄板明太チーズ出ます。大変。そしたら教えて。山芋プレーンご注文いただいてた方はもしよかったら今無料でチーズと明太が乗ったバージョンにもなりますけど、どっちがいいですか？食べれます？明太とチーズ。じゃあそっちでいきましょう。どうもお待たせしました。ありがとうございます。ありがとうございます。奥どうぞ。お待たせしました。お次何名様ですか？2名様。2名様も奥どうぞ。注文いいですか？はーい。あります。はい。なんでかっていうと、私が絶対ここにいないと店を開けちゃいけないんですよ。でその見回りも来るんですよ。でそれもそういうその試験っていうかそのルールの中に組み込まれてることなんで、それを破ると違反になっちゃうんですよ。でもそれ理由があって、じゃないとその名義を取った人が誰かに名義を転売したりとか、高額で名義を貸してマージンを取る人とかが出ちゃわないように、そうやりたい本人がちゃんとエントリーして試験受けてくださいよっていう。もう差し上げしたり何したり好きにしてください。もうね、ちょっと寂しいですね、そういうことだったりすると。何を歌いたいかが皆さん。あ、そうそうそう。見てる方が楽ですけどね。はい。これ取ろうか、卵。お飲み物からお願いします。お飲み物から。ソダ割り。はい、お願いします。豚巻きトマトです。よかった。ありがとうございます。あ、そうですね。結構。あ、まあ置きバッグとかはですよね。置き場がないからってことですよね。
んなことない。長いのしかいいよって書いてある。いやでも長いってもっと長いのことですよ。それも2時間も3時間もね、あれだったらあれですけど、そんな1時間ちょっとね、そこそこそんな長いにならないですよ。牛丼屋さんじゃないんですから、もうゆっくり食べてください。はい、だし巻きです。あとゆっくり食べていただかないと僕らも追いつかないで作る側がこの限りあるスペースでいやそう狭いんですよね、キッチンが本当。人がご飯作ってるみたいな。そのスペースにもう無理やりギチギチにコンロいっぱい入れてねやってますけど、そうです、思います。上も使いたいなと思います。はい。旦那さん大工さんだよね。あ、そうなんですか。仕事を取って帰る。おお。格安で。組み立て式でじゃないといけないですよ。ちょっとあると楽になりそうですよ。とかね、いろいろ考えますよ。でも本当やってたらね。この中は自由にアレンジできるんですか？まあ一応決まりはあるんですけど、この屋根の下だったらある程度自由にはアレンジできますね。あ、誰かな。もしもし。これもう普通の週末だったらもう俺らドカンか、ほらもうありがたいですね、本当にね。お客さんはたくさん福岡に旅行で皆さん来ていただけるのは。そうですね。どうもありがとうございます。どうもありがとうございました。お待たせしました。蒸さないといけないんで開けるときまた言いますすいません、お待たせしました。いらっしゃいませ。2人前だったんでね、さっきはね。今回1人前だから盛りやすいから1人前だ。変高くね。声も入ってます。あ、入ってます。いいんじゃないでしょうか。いいですか。はい。季節によって変わるんですけどね。今はでも広島産。やっぱ身が大きいんで。なるほど。やっぱり炊くとやっぱりどうしても縮みますから。はいね。一番いい時期ですよ。はい、今もう今型も一番大きくなってきて。もうあとちょっとですね。でもね、いい時期はこれ。これはちょっとまた小さくなってきちゃいますから。でこれちょっと蒸していきます。これ強く入れちゃうともうすぐ身が縮んじゃうんで。そういうもんなんですか。はい。こちらの大根とか炊いてる方の出汁からは取らないです。取らないです。他の味が混ざっちゃう。もうあごだし取ってきた
つだけで作ったんです。これだけ完全に別だけ。なるほど。なんでかというと、牡蠣の出汁がめちゃくちゃ出るんで、生はふにゃふにゃでしょ。これ牡蠣やね。でも通り過ぎたらもうボトボトになっちゃうんで。難しいですね。その一番いいそのふわふわの状態を箸でちょっと弾力というかあれをチェックして硬さをチェックして。もう消してるんです。もう消して入りすぎちゃう。最後もこれ余熱で。はい。余熱原子で。やっぱり牡蠣にはねやっぱり柑橘が合うんで。これはねもうカボスがね終わっちゃったんで、これ国産レモン。時期によってカボスとかスダチとかね、で柚子とか。九州結構柑橘がねいっぱいあるんで。今の時期だけちょっとあんまりない。身も美味しいけど汁がめちゃくちゃうまいんですよこれ。牡蠣のエキスでね。あごだし。そうです。あごだししか入れてないだしにで炊いて牡蠣のエキスがさらにそこに出るんで。これはね大根とかとやっぱり一緒に炊けないんですよ。これはねぜひね一番最初になくなっちゃうんだよ大体これが。たくさん用意はしてるんですけど、これで日本酒いったらもう最高ですよ本当。俺が行きたいですよそれ。はい、牡蠣いきます。お待たせしてます。牡蠣ですね。これ出汁がよく出てて美味しいんでよかったら出汁までお召し上がりください。せっかくね外で寒い中待ってもらって美味しくないの出てきたら嫌ですもんね。お湯のどちらクソいいね。温度が良くてお待たせしました。いらっしゃいませ。お願いしました。いらっしゃいませ。これでこれが You can choose 3 types。これがスワイトマッシュルームand tomato and green onion。ネギ。これ。どちらからなんですか？熊本です。あ、そうですか。熊本はしないですか？あ、いいですね。美味しかったです。ありがとうございます。やっぱ9時ぐらいから混むんですか？そうですね。だいたい8時半ぐらいから9時、10時ぐらいまでがこう一番多い時間帯ですかね。半袖しか着てない。ネギ3いきます。はい、山善です。山芋鉄板の明太トッピングお待たせしました。はい、かきついきます。あ、1日ね。
1億そしたらもう今年もう働けないですよ。働けないし、どうやって納税したらいいですか。ああ、嬉しい。ありがとうございます。お待たせしました。ありがとうございます。いや、なんか見た目だけでさ、マインド上げる。明太かけ出しますね。すいません、お兄さんたちのところのネギが終わっちゃってて、あとえのきだったら残ってるんですけど、じゃあ、えのき2にしてもらってえのき2でのトマト1で大丈夫ですか。すいません、ありがとうございます。でそのまだでしょ。確かね、反応してあるからね。はい、お待たせしまありした。がとうございます。ありがとう。船乗んないといけない。船乗っていくやん。船に乗っそうだ、それも